にちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、じゃん、こちらに映ってます大きな段ボール。またですね、ミシンを購入してしまいました。でもですね、今回は本当に大奮発をしたんですけれども、もうせっかくなので開封動画のリクエストもありましたので、今回はちょっと開封動画から紹介していきたいと思います。かなり大きなものになってまして、実は1回実際ね、届いてからもう1週間ぐらい経ってるんですけど、ちょっと中身の確認が必要だったので開けたんですけど、だいぶね、開けづらさがありましたので、ちょっと編集うまくやりながら紹介していきたいと思います。厳重に梱包されてるのでね、出すのも大変でしたね。まだね、なんか新品のちょっと鉄っぽい感じのね匂いがしてますよ。ここの部分、この糸立てのところとかで、ここのフロートのつまみもグリーンですね。一番かっこいいなと思ったのはここなんですけど、私が普段使ってるやつはここシールになってるんですけど、ここはもうフラットになってるんですよ。しかもグリーンにシルバーの文字がめちゃくちゃ素敵で、早速ちょっとね生地を置いてみたところなんですけど、意外とこの今まで白だったのでコントラストはなかったんですけど、結構はっきりとね、これも布巾がついてて、これ前あったかな、どうなんだろう。これで拭き取れば綺麗になるのかな。あと細かいパーツがいろいろ入ってました。こんな感じです。水揚げレバー、すごいね、これもグリーンですよ。
コントローラーもね、付属パーツが結構たくさん入ってたのでちょっと紹介したいと思います。今回の缶、これにもミナペルホネンのロゴが入ってるんですけど、針、ミシンの針も11番、14番、16、18と、あと押さえがね、このキルトができるように、フリーアームですね、できるようになってるのと、ファスナー押さえ、これは基本ですね。あとラミネート押さえ、三つ巻き押さえ、これは普段の基本の押さえになってるんですけど、これちょっと謎だったんですけど、このなんだっけ、針基板が2種類ここに入ってました。で、最初私が購入した白い方ですねは、この太針をだけなんですけど、これがもう1個入っているような感じですね。あと油も進化してますね。私の時はこういうのじゃなかったからね、前回の。あとボビンも同じようにですね、もう本体にはついてるんですけれども、これが一つ余分にありました。これは結構嬉しいポイントかと思います。例えば、太針でこの18番でやる時っていうのは糸が20番になったりするんですけど、そういう糸30番とか20番の糸を使う時にボビン変えてあると、糸調子もこの状態で変えられることができるので、私も予備で持ってるんですけど、このミシンを最初に買う方がですね、かなり嬉しいポイントじゃないかなっていうふうに思います。あとは、糸コマ押さえですね。それからちょっとこれ何だと思いますか？これね、糸通しなんですよね。もう私も最近これ使わないとダメだなって思い始めてるんですけど、たまに助けてもらってます。あとはこれですね、マグネットガイド。これだいぶ大きなものですね。大きいタイプのものが入ってました。これも嬉しいポイントかなと思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。開封動画たっぷりお届けさせていただきました。皆様に楽しんでいただけてたら何よりです。ただね、だいぶ高額な投資となりました。ミシンね、たくさんあって、実はこれで10台目になります。今我が家にあるものが10台になるんですけど、それ以前にも購入して、もう中古でね、手放したものも加えると、なんと私はですね、これまでに14台のミシンを使ってきたことになります。なんですけれどもね、一つ一つにね、思い入れがあって、ちょっとずつね、手放したりとかはしているんですけれども、ちょっと生涯使えるミシンをということで、今回は大奮発してミナペルホネンさんの、こちらのね、重機のミシンを購入させていただきました。これまでですね、歴代で作ってきたものも一緒に今回はですね、記念になるので並べてみました。もう最近はね、ちょっと作ってないんですけれども、またね、新しい生地を入手しましたので、何かまたできたらいいなっていうふうには思ってます。今のところ作り方の公開は予定しておりません。ごめんなさい。この SL700EX っていうのは普段使っているものなんですけれども、同じタイプのもので、それをですね、ミナペルホネンさんがこういうふうにちょっとオリジナルのグリーンの配色でミシン作られたということで、そのね、インスタで流れてきた情報を見て、もうこれは絶対買わなきゃって思ってたんですよ。これがね、3700ってなってるのはなんでって重機のね、担当者の方にちょっと聞いてみたんですよ。そしたら、37ってみんなって意味なんですよ。なのでちょっと遊び心も兼ねて、この名前がついてるそうです。なので機能的にはこれまで通り 700EX と全く同じものになってます。あとオプションについていた付属品とかはちょっとプラスアルファがあったので、そこのところはね、今後また役立てていきたいなっていうふうには思ってます。ミナペルホネンのミシン、おいくらだと思いますか？はい、そうなんですよ。なんと38万5000円になります。とんでもない金額ですよね。本当にもう贅沢をさせていただいてありがとうございます。皆様のおかげでミシンが購入できました。本当にありがとうございます。感謝しております。それからこちらに、表にね、
出しているこちらの生地もタンバリンのリネンの生地購入させていただきました。こちらはですね、表参道のコールに昨年末ですね行った時にちょうどこの展示されてた生地になります。こちらをね実際に購入できるということで、なかなかオンラインで購入することがないので、私はなので当日ね見てあった生地で気に入ったものを買うようにしてたんですけれども、こちらが今大丈夫よっていうふうにおっしゃっていただいたので、少し購入をさせていただいております。少しじゃないんですけれども、かなり多くスカートが作れる分ぐらい購入しちゃっております。ただ皆様にキットとか作れればいいなっていうふうに思ってますので、楽しみにしていてください。例えばね、このねまん丸トートとかね作れたらいいですよね。裏面はねカラーリネンになってます。実は今回開封動画は公開するか迷っていたんですけれども、先月末ですね、大阪と名古屋の方でワークショップをやらせていただいて、そのねオフ会の中でぜひ開封動画楽しみにしてますっていうお声をいただきまして、じゃあちょっとやってみようかなということで本日開封をさせていただきました。1週間ぐらい前にね届いてたんですけれども、であと中の方は確認はしていたんですけど、ちょっとね旅動画の編集の方がだいぶ押してまして、そちらを先にね優先的にやった後、自分のご褒美として開封しようと思って今日まで温めてきました。今回日本限定の発売で500台のみになってますので、前回もね黒いタイプのミシンがあったと思うんですが、それもね限定台数だったんですけど、もう売り切れちゃったそうなので、まだねこちらミシンまだ残ってるそうなんですけれども、私はね発売日が12月の15日の12時からだったんですけど、もう私は500台すぐなくなっちゃうかと思ってその日にポチったんですけれども、まだ台数残ってるようなので、もし今回の私の動画をご覧にいただいてですね、迷われてる方の背中を押してあげられたらいいなっていうふうに思ってます。でグリーンは私のね大好きな色なんですけれども、実際こちらね購入前に店舗の方でも拝見させていただいておりました。でそれなので購入オンラインでねポチってする前にもちゃんと実機を見てましたので、不安はなかったんですけれども、ハンドメイドをねもう私はもう20年近く販売とかも携わってきたんですけれども、これまでずっとね自分の投資っていうのはあまりしてこなかったんですよね。もちろんミシン購入するっていうこととか、最近になって旅行に行くようにはなったんですけど、それまではずっとね自分が貯めてきたコツ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 貯めてきたものを温めてきました。なので今回はもう超大奮発になったんですけれども、全く悔いはないです。だけどちょっと普段使いにどういう風に使い分けようかなっていうのはまだね迷ってるところではあるんですけれども、ちゃんとね動かしながら活用はしていこうと思ってます。ちょっともったいなくてね使えないけど、やっぱり動かしていきたいですね。はい、今後動画の中で紹介される場面もあるかもしれないので、是非これから楽しみにしていてください。私はですね自宅で授業を行ったりすることもあったりとか、あとはやっぱり YouTube とかで皆様にお伝えしたいなとか、あと家庭用ミシンとかもね両方使い分けてどんな風に使い分けができるかなっていうのを研究したいこともあって、ちょっとずつねミシンが増えていってしまったわけなんですけれども、最近刺繍ミシンもお迎えしたので、今回で我が家にあるミシンは10台目になりました。その前にも自宅のワークショップをやっていた際にブラザーの家庭用ミシンを使っていたので、そちらもですね加えるとこれまでに私は14台のミシンを使っていたことになります。でそのねブラザーのミシンなんですけど、過去に私は「ヒルナンデス」とかテレビに出演させていただいたことが何度かあるんですけれども、その時にここでねやったんですけど、リメイクの達人ということで森三中の方が来られてですね、一緒にミシンをしてたんですよ。その時にねちょうどそのブラザーのミシンがその収録中に壊れちゃって、エラー表示で
っていう風になっちゃったんですけど、その時の撮影はなんとかね終えられたんですけれども、もともとね中古で購入していたミシンだったんですけれども、ワークショップをやるのに持ち運んだりとかしてたんですよね。多分それも影響してたのかなっていう風に思うんですけれども、そういうのもあってちょっと新しいちょっとグレードの高いミシンを購入して自宅で保管っていう風な形をとっていて、手放してもいいんじゃないかなっていう風に思うんですけど、やっぱり教室をやりたいっていうねまだ願望が消えていませんので、その時に使えるようにまだね時々動かしながら遊んでおります。これから春に向けて新しいことにチャレンジされる方も増えてくる頃かと思います。新しいミシンをお迎えしたり、新しい布をお迎えされたりとか、なんかそうやってちょっと入れ替えをしていくとですね、心もちょっとほっこりと豊かになってくると思いますので、私の動画が少しでも誰かの背中を押してあげられるような動画になっていたら嬉しいです。それからですね、過去にも初心者様向けにですねたくさんの動画を配信させていただいております。もちろん家庭用ミシンで作るものをメインで紹介をさせていただいておりましたので、ぜひチャンネルの過去の動画の方もご覧いただいてですね、参考にしていただけたらと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。旅動画の方もですね配信をしております。最近はですねようやくスペインとアラブに行った時の動画が配信終えたところなので、よかったらそちらの動画もご覧いただけると嬉しいです。まだね発展途上のチャンネルになりますので再生数がだいぶ少ないんですけれども、頑張って配信していますので応援のつもりで見ていただけると嬉しいです。では、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回かなり高額になりましたよね。で、私はですね当初の予想では30万ぐらいかなっていうふうに思ってたんですよ。っていうのもですね、私が今使っている SL700EX はですね定価よりだいぶお安くはなってたんですけれども、なので定価よりもう少し高いかなっていうところで30万ぐらいかなっていうふうに予想してたんですけれども、かなりね予想の上を行ってきましたね。はい。でもね限定500台っていう特別感もあるし、稲川さんのデザインされたミシンということでやっぱりかなりね高級感のあるミシンということで今回その価格になったのかなっていうふうには思いますけれども、例えば布がねなんか一緒にセットになってたりとかするともっと嬉しかったなってちょっと私は正直思いましたね。一生もののお買い物をしたと思って今後はですねこちらのミシン大事に使っていきたいなっていうふうに思います。